ボンジュール。パリプロムナードチャンネルへようこそ。今回の動画では18世紀のパリにタイムスリップしましょう。そんな気分になれる展覧会が今開かれているんです。舞台はパリ装飾芸術美術館。18世紀のある一日というタイトルの展覧会です。ルーブル美術館と並び立つパリ装飾芸術美術館。このチャンネルでご紹介したアールデコ100年展と同じ建物で展覧会は開催されています。会場へのアプローチ。これはポンヌフあたりの当時の風景でしょうか。1789年に近いあの時代を生きたことのない者は生きる喜びが何かを知らない。これはフランスの外交官タレーランの言葉です。そうまで言わしめた世界というのはどんなものだったんでしょうか。18世紀のフランスはあの太陽王ルイ14世の晩年から始まりました。後を継いだのはルイ15世。ロココと呼ばれる優雅で華やかな文化が花開きました。そしてルイ16世。あのマリー・アントワネットのご主人。革命が起きたのは1789年のこと。この展覧会ではちょうどその革命の前、1780年代、パリの貴族の邸宅とそこに生きる人々の暮らしがテーマになっています。パリに暮らす貴族ファミリー。こうした邸宅の暮らしは15人前後の使用人に支えられていたと言います。子どもたちの世話は乳母や家庭教師の役目でした。展覧会は一日の時間の流れに沿って構成されています。18世紀は時計の精度が格段に上がった時代でもあったそうです。この仕掛けに私はしばし見とれてしまいました。これらは暦なんですって。いずれも美しい細工が施されていますよね。展覧会に入った瞬間、まず感じるのが香りです。調香師さんが18世紀の香りを再現しているんだそうです。こちらは朝の庭の香り。街の中で自分だけの庭を持つことは社会的な地位の証だったようで、テラスを作ったりセーヌ川の岸辺に庭を確保したりと、あらゆる手を使って庭を持とうとしていたそうです。これはお散歩用の衣装ですね。刺繍入りのコットン生地。これは今でもとても魅力的に見えます。
ここからはいよいよ館の中へ入って行きましょう。朝7時15分起床。使用人がベッドのカーテンを開けて朝食を運んできます。使用人たちはすでに朝4時から働き始めています。朝食はお肉や野菜のスープにコーヒーやチョコレート。楕円形の銅製の器、ブーダルー。この名前の由来はルイ14世の時代に説教の長さで有名だったブーダルー神父にちなんだもの。礼拝がとにかく長い。そこで女性たちは召使いにこの陶器の容器を持ってこさせて、スカートの下にこっそり差し入れて用を足したのだとか。この銀製のハサミのようなもの、わかりますか？これはろうそくの芯をカットして火を消す仕組み、ムシェットというハサミです。裕福な家庭では浴室が次第に普及していきますが、それでも浴槽を持つことはまだまだ贅沢なことだったそうです。そしてこれが面白い。つけ袋なんです。絹の布を小さく切り抜いて作るもので、もともとは天然痘の跡を隠すために使われていたものが、18世紀半ばには男女ともに使うファッションアクセサリーになったんだそうです。これも何だと思います？実は目を洗うための器なんです。ここにはコルセットがあります。ウエストを絞り、胸を高く押し上げる。そしてスカートにボリュームを出すためのパーニエ。それにしてもこれらを身につけて生活するっていうのは大変なことですね。舞台にでも登る覚悟がないといけないような気がします。この丸いものは何でしょう？外したカツラを整えておくためのものなんですって。10時15分、書斎図書室のコーナーです。ムッシュは毎日財産管理の帳簿をつけたり、手紙を書いたり、お仕事をしていたわけですね。人前ではカツラと正装が必須でしたが、ここではカツラを脱いで室内着でリラックス。美しい部屋着ですね。これはタバコを削るための道具なんですって。そして左側はタバコ入れ。貴族の間ではタバコとは煙を吸うのではなく、粉を鼻から吸い込む嗅ぎタバコが主流だったそうです。中国、そして日本、遠いアジアの国々への好奇心が感じられますね。時は啓蒙主義の時代ということで、日時計ですとか望遠鏡、気圧計、コンパスなど科学機器の展示も充実しています。これは風炉です。携帯用の筆記具もまた素敵ですね。16時15分、
ブドワーというのはマダムが一人になれる隠れ家のような空間。外出の予定のない日はマダムはここで過ごしました。読書をしたり、書き物机で手紙を書いたり、デッサンや水彩画を楽しんだり、この机、ボヌ・ドゥ・ジュール、一日の幸せと呼ぶのだそうです。なんて素敵な名前でしょう。ブドワーの中に庭の香りを取り込みたいという願いからポプリが流行しました。このクリスタルの小瓶の中には着付け薬が忍ばせてあります。先ほどのようなコルセットで非常にきつく締め付けられていたために、失神しそうになった時にこの香りを嗅いで意識を保ったのだとか。まさにおしゃれは我慢ですね。セーブル焼きのこの美しい陶器はチョコレートのためのものです。そもそもチョコレートはルイ14世の王妃によってスペインからフランスに伝えられました。最初はスパイシーな飲み物だったようですが、18世紀になると蓋に通したこの木製の攪拌機で水や牛乳を泡立てて作るより甘いレシピが主流となったそうです。このブドワーで楽しまれていた手仕事、これは水彩画の道具ですね。私は初めて知ったものが2つありました。一つはサブレという手仕事。サブル、つまり砂のように細かいビーズを使って小物入れなどを作っていたようなんです。もう一つがフリボルテ、英語でタッティングレースと呼ばれる手芸。シャトルを使って絹糸で結び目を作りながらレースを編んでいくもの。今回展示されているシャトルが本当に美しい。日本の漆を再利用して作られたものまであります。ちなみにフランス語にフリボル、軽薄なという言葉がありますが、それはここから来ているのだとか、そんなくだらないことをしてという意味合いなんでしょうね。とはいえ、両家の子女にとってこれは大切な教養の一つ。マダムだけではなく、ムッシュの間でも好まれた娯楽の一つだったとも説明にありました。18時、祈祷室のコーナーです。18世紀のフランスにおいてカトリックは国王の宗教であり、社会のあらゆる階層を支配していました。ムッシュとマダムは朝起床した時と夜就寝前に祈りを捧げていたそうです。邸宅には伝統的に礼拝堂があったそうですが、寝室でも祈りが捧げられていたそうです。21時15分、食堂のコーナーです。壁に取り付けられたフォンテーヌでまずは手を洗います。昼食は貴族階級において14時から16時の間でしたが、庶民の昼食は正午。そして説明によると、夕食の時間がどんどん遅くなってゆき、21時から
23時の間になっていたとのこと。スープやオードブルから始まり、肉料理、野菜、デザートへと続く。複数の料理が同時にテーブルに並べられました。この白い長方形の箱が私は何か気になったんですが、ここには爪楊枝が入っていたんだそうです。食卓の上にグラスが置いていないことに気づかれましたか？この当時はグラスを冷やし器の中に入れておいて、飲みたい時だけ使用人に持ってきてもらい、飲み終えたらまた戻すという習慣だったんですって。この時代、水の質が十分でなかったこともあって、水よりもむしろワインが飲み物として好まれていたそうです。しかも冷えた状態で飲むのが好まれたんですね。このディナーのための時期のセットは数十点、時には数百点もの器で構成されていたそうです。セーヴルで制作されたものの中で特に有名なのが、ビュフォンの著書「博物誌」の図版から着想を得たシリーズです。夜のサロン。夕食の後、マダムはサロンへ移動します。そこで気の置けない友人たちを集めての夜の会。室内楽の楽器そのものが美しいですね。これらはボンボニエール、砂糖菓子などを入れてポケットに忍ばせておく習慣があったんですね。そのため角のない丸みを帯びた形をしているのが特徴だそうです。こちらはゲームの展示です。解説によると、ゲームというのは真の情熱、あるいは一部の人々にとっては中毒と言えるほどだったとあります。貴族たちは一晩中ゲームに興じていたんでしょうか。この指輪には鏡が仕込んであります。いかさましの道具だったのかもしれません。啓蒙の時代の光の裏には影もあるということでしょうか。そして一日の終わり、就寝の時間です。絵の中では裸で眠る場面が描かれていても、実際は白いナイトシャツをちゃんと着ていたようです。使用人たちがすべてのろうそくの芯を切り、常夜灯を灯す。そしてベッドのカーテンを引いて、夢の神モルフェウスの腕の中へ。時刻はとうに深夜を過ぎています。ミュージアムショップのラインナップもとても充実しています。こちらに見覚えのある方も多いのではないでしょうか。
そうです。前々回の動画でご紹介したアントワネット・ポワッソンのクリエーションです。テーブルの上にも並んでいたこれらのクリエーション、その作家さんによるものが販売もされているんです。なかなか洒落ていますよね。この展覧会の会期は2026年7月5日まで。骨董好きの方にはとても魅力的な展示です。機会があればぜひ足を運んでみてください。この動画の締めくくりに4月上旬のパリの風景をお届けします。今年は随分花の咲くのが早いようです。そしてすでに緑の美しい季節が始まりました。季節の移ろいの速さに心が少し置いていかれるような気もしますが、この光があふれる季節というのはやはりとても気持ちが良いものですね。最後までお付き合いくださいましてどうもありがとうございました。今回の動画はいかがでしたでしょうか。お楽しみいただけましたでしょうか。この動画が良かったと思われたら高評価をお願いいたします。またチャンネル登録がまだお済みでない方はぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。お寄せいただくコメントからもたくさんのエネルギーをいただいております。ありがとうございます。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。アビアント。